電子テレビラジオのエンジニアの出身でして、テレビの工場をスコットランドに作るということで、イギリスはスコットランドへ行きました。日本の製品は品質もいいし、もちろんお値段もリーズナブルで、しかしながら製品を輸出するっていうことは結果として輸出先の相手国の工場やなんかに影響を与えることになりますので、当然そのいわゆる輸出規制というものが出てきました。製品輸出はダメだけども、製品を現地で作ってくださいと、そういうことになりまして、各日本の電機メーカー、私は三菱電機ですけれども、スコットランドのエジンバラに、工場を作って、初代の責任者としてそこに赴任したということなんです。工場を開いた時はわずか百数十人くらいでテレビの工場をスタートいたしましたが、その3年後にはビデオテープレコーダーの工場を作りました。で、2つの工場を見ていました。両方で1500人くらいの特に若い人たちを採用しました。日本的ななんて言うんでしょうか、時間規律とかそういうことも含めて、教育をしてきましたので、これは良かったと思っておりますし、それから地元の政府の人たちからも大変喜ばれて、これは本当に良かったなと思っております。人はいい人たちで、工場を運営するにはそういう意味じゃ大変楽だったと思います。どういうことかと言いますと、非常に素朴なんですよね。スコットランドの人っていうのは、イングランドとちょっと違って土地が貧しいっていうこともあって、生活が厳しくて、その分一生懸命働くという、そういうようなところがあったように思います。工場となりますと、1人や2人じゃできなくて、結果として大所帯になります。日本学校がなかったものですから、日本人学校を作ろうとして、いろいろと奔走をして開校にこぎつけました。土曜日の日本人学校の児童の数も120人くらいになったんですけれども、ロンドンの日本大使館に頼まれて、エジンバラで一日領事館っていうものも開いたことはございますし、スコットランド政府からいろいろ頼まれたりして、日本から政府の要人も含めてですね、いろんな人たちが来ますと、そのご案内やアテンドや国会議員の先生も含めていろいろとやることになりましたけれども、これは大変得難い経験だったなと思っております。まだ新婚の頃、家族代とは許さないっていうんで、主人だけ単身赴任でした。それで私も行ってみたいというんで、私費でプライベートにハンブルグ、ドイツまで行きました。その時初めてイントゥーリストっていうロシアのね、旅行会社がオープンして、それの最初の船に乗ってナホトカとかハボロフスク、ナホトカを通ってロシアを通って、でハンブルグで、まだ三菱電機の支店はない時でしたから、三菱商事にお世話になって、商事の家族の人たちがいろいろ面倒見てくれまして、駐在員の生活を垣間見る機会があったわけですけども、帰ってもずっと十何年もそんな海外行くなんていうことは夢にも思わず暮らしてましたら、その1979年に主人がスコットランドへ行くことになりまして、でその時子供が小学校6年生と4年生でしたから、学校が終わってから行こうっていうことで、小学校が終了するまで1年離れ離れに暮らしまして、で上の子供が
中学校行く時、そして下の子供が小学校5年生になる時に2人連れてスコットランドへ行きました。